皆さんこんにちは、タサンシマです。今日は鶏の照り焼きを作りたいと思います。はい、照り焼きチキンいろいろあると思うんですけど、今日は本当にオーソドックスな普通のお醤油とみりんとお砂糖で味をつけるものを作ります。そして、付け合わせなんですけど、ちょっとだいぶ暖かくなってきて春ということで、スーパーにも春野菜が出回っているので、今日は春野菜をさっと茹でたものを添えるという形にしたいと思うので、早速野菜の方から準備していきます。ではまず、春野菜、スナップエンドウとかそら豆とかグリーンピースを使いたかったんですけど、それだけだとちょっとボリュームが出ないので、ブロッコリーとかインゲンも使おうと思います。なので、これを茹でるお湯をまず沸かしたいと思います。お湯を沸かしている間に、野菜の掃除をしていきたいと思います。まずグリーンピースなんですけど、グリーンピースはもう出すだけって感じで、めんどくさいですよね、こういう仕事。私もなるべくやりたくないんですけど、鞘がついてた方が、乾燥してないので、皮がカピカピになってない分柔らかかったりもするので、時間のある時は鞘付きの方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、めんどくさいなって思いながらやってます。でこの鞘これは食べられないんですけど、コンポストにしたり、近所の人が飼ってる動物にあげたいと思います。フランスだとこういう作業をテーブルに座って2、3人でおしゃべりしながら剥いたりしてるシーン、よく映画とかに出てくるんですね。映画とかそういう小説とかそういう出てくるんですよ。でそれがすごい私好きで、ゆったりしてて楽しそうでいいなって思って、フランス料理が好きになったきっかけでもあります。はい。じゃあ、これそれぞれ茹で時間違うので、時間差でやっていっても茹でていってもいいですし、鍋の大きさが、小さい場合で、今日は一番大きいボウルで鍋で沸かしてないので、お湯に対して野菜の量が多すぎるとそれだけ熱の力が弱くなってしまうので、野菜に火が通る時間が長くなってしまって色が飛んでしまったり柔らかくなってしまったり、周りだけが柔らかくなってしまったりしやすいので、青野菜を茹でる時はなるべくたくさんのお湯で強い力で一気にパッと火を通した方が美味しいです。で今日みたいに野菜はいっぱいあるんだけども、鍋が小さい場合は、一つ一つ野菜ごとに2つとかだったら別に一緒にしちゃっていいんですけど、あまりこの中に多すぎない程度に分けながら茹でるといいと思います。なので今日はそうですね、先にじゃあグリーンピース剥いちゃったんで、お湯沸いてるのでグリーンピースを先に茹でます。はい、じゃあ今、そら豆とグリーンピースの殻が剥けたので、これから茹でていきたいんですけど、そら豆はさらにもう一つ殻があるので、こっちの方がちょっとそら豆の方が時間かかるので、だいたいそら豆、そうですね、量によってもだいぶ時間って変わってくると思うんですけど、今日だと2、3分でいきたいので、少し1分ぐらいずらしてグリーンピースを入れて、あとは茹でた後はざるにあげてそのまま広げて、なるべく広げて蒸気を蒸れないように、なるべく蒸気を早く蒸発させるようにして冷ましていきます。で水には落とさないので、水っぽくなっちゃって私は好きじゃないので水には落とさないので、そういう風にちょっと短めに茹でるっていう感じです。でわからなければ食べてみるのが一番いいと思うので、だいたい何人家族っていうのがあって茹でる量とかそんなに変わらないと思うので、食べてみて、だいたい私この量だったら何分かみたいな感じで覚えていくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃまずそら豆から入れます。そして火加減なんですけど、
ボコボコ沸騰させてる状態で入れて、食材を入れるとお湯の温度が下がるので、もう一回沸き始めるまでは強火で大丈夫です。で、強火にしてから割と、ポコポコ沸いている、なんかこうゆらゆらでもないし、ポコポコポコって小さい沸騰でもないし、割としっかり沸騰している、状態で茹でていきます。で、これがあんまりボッコボコだと火が強すぎちゃって、なんかブロッコリーとかだと崩れたりとかしたりするんですけど、しっかり沸いている状態で、強い力でさっと火を通すっていう感じです。はい、でだいたい1分ぐらい経ったのでグリーンピースも入れていきます。じゃあその間に、インゲン切っていきます。はい、インゲンはこの先っちょのピローンっていうチョロチョロってした部分が私は可愛いと思うので、可愛いと思わない人はバッサリ切ってください。で、可愛いなと思える人は残して、ちょっと硬いんですけど、口に当たって硬いんですけど、動きが出るのでこのままにしておきます。先っちょだけ切ります。はい。そして、どういう盛り付けにするかまだ決まってないので、とりあえず切らないで入れます。で、鍋の大きさによってこれだと突っかかるなっていう人は半分に切ったりしてください。で、そろそろこの豆がいけそうなので、グリーンピース大きめのやつを食べて、で若干固めぐらいで揚げていきます。で、この豆類は火を通しすぎちゃうと結構豆臭くなっちゃうので、ちょうど火が入ったぐらいがとても美味しいと思うので、そこの辺を目指して火を入れすぎないように気をつけてください。じゃあ次、インゲン切っちゃったのでインゲンを入れます。インゲンはそうですね、私は結構固めが好きで、子供たちも固めが好きなので、再び沸騰してから2分ぐらいでいきたいと思います。で、また温度が下がったら強火にして、その沸騰の状態を保つようにしてください。で、その間にスナップエンドウの掃除をします。スナップエンドウはちょっと曲がりがあるの分かりやすいと思うんですけど、こういう風になっているところで、こっちの筋はすごく取りやすいので、こっちのお尻の方の先っちょを使ってこっちの筋を取っていきます。で、反対の筋は、ちょっと柔らかいので途中で切れちゃったり薄くなってしまいがちなので、この頭のしっかりした方をこっち側に引っ張って剥いていきます。ですね。そしてそのまま頭の方を取って、こういうふうに取ります。そうすると割としっかりした筋が取れるんですけど、もし、間違えちゃった場合とか反対にした場合、例えば頭の方を曲がっている方に向けて取る。その時は綺麗に取れますね。ただこっちを引っ張ってきた場合、これしか取れなかったりするので、ちょっと筋が残るような感じになります。なので尻尾の方を、曲がっている方に向かってまずやって、頭の方を背中の方に向けて引っ張ってあげると、しっかり筋が取れます。しまったは、ちょっと柔らかすぎたかな。はい説明してたらちょっとインゲンが思ってたより茹ですぎてしまいました。ちょっと本当はもっと硬い方が好きなんですけど、ではこの野菜の硬さっていうのはすごく好みで、サラダ的に食べるのであればブロッコリーもインゲンも硬い方が良かったり、あと温野菜に入れたりとか温かい料理にプラスするんだったらちょっと柔らかめにするとか、
なんかそういうクタクタになったインゲンとかブロッコリーも美味しいので、まあ本当に好みです。で、私は固く、喉がすいません、固く茹でたかったんですけど、今話に夢中で、ちょっと茹ですぎてしまいました。はい。はい。じゃあ次。はい。じゃあスナップエンドウをもう一度一回沸かして、スナップエンドウ、スナップインゲン、どっちだっけ、スナップインゲン、スナップインゲンか。はい。じゃあこれも2分ぐらい茹でます。歯ごたえがこうサクサクして美味しい食材なので、茹ですぎず2分ぐらいでいいと思います。はい。じゃあブロッコリーはまあもったいないのでこう言ってもいいんですけど、あまり長すぎるとかっこ悪いので、この房になっている部分でまず切って、大きく切っておきます。で、この真ん中の部分は房にすると小さくなりすぎるので、真ん中の部分はザクッと落としてもらって、それからこの切りたい大きさに切っていきます。はい。じゃあスナップインゲン、スナップエンドウあげます。はい。で、こういうふうにちょっと野菜からやっぱり少しアクが出てくる場合があるので、私はお水にもう落とさないので、アクが出たらちょっと取った方が、これがまたこう野菜にペロってくっついちゃったりするので、冷ましたらこのまま使うので、アクが出た場合は、取った方がいいかなと思います。で、最後にブロッコリーを2分ぐらい。でこの茹でる時に塩をしてないので、塩して好きな人は塩してもいいんですけど、私は結構塩が入るとこう重たくなってしまうし、今日照り焼きチキンに添えるんですけど、照り焼きチキンが結構しっかりした味付けがついてるので、野菜は柔らかく自然の味で組み合わせたいので塩をしていないです。なので、塩好きな人は塩した方がいいなっていう人は塩してください。はい。ブロッコリーの芯のところは皮を硬そうなとこを剥いて、感じで剥いてもらって、あとはザクザク切って一緒に茹でます。そして続けて、はい。はい、じゃあブロッコリーもはい揚げていきます。で、この野菜はそのまま冷ましておくんですけど、そら豆が殻がついてるので、そら豆の殻を剥いておこうと思います。はい、そら豆はこの背中の部分から黒い部分を引っ張って、お尻をピュッと押してあげると出てきます。なるべくこの黒い部分を深く爪を入れすぎないようにすると、そら豆自体にも傷がつかないので、優しく引っ張ってあげてください。はい、じゃあ次に鶏もも肉ですね。まずいつものように鶏肉の水分を取っていきます。で、そうだ、鶏を触る前に鶏肉を触ってしまうと手が汚れてしまうので、その前にフライパンに油を引いておきます。で、今日はうちはお肉すっごい子供たちがすごい食べるので4枚焼きたいと思うんですけど、5人分で4枚って多いなって感じる方もいらっしゃると思うので、多いですうちはちょっと量が多いので、フライパンが1個だと
多分焼ききれないので、小さいフライパンと大きいフライパン両方使って焼いていきたいと思います。はい。で、なるべくフライパンに対してお肉がぎゅうぎゅうに詰まっていると蒸れてしまって綺麗に焼き色がつかなかったりするので、いっぱい作りたいっていう人はフライパン2つに分けるとかいう風な工夫をするといいと思います。で、多く作って残ってしまってもお弁当に入れたりとか、あとほらサンドイッチにしたりとか丼にしたりとか、照り焼きチキンって結構いろんな使い方ができるので、私は割と残してもいいやぐらいの感じで作っています。はい。じゃあまず鶏肉の水分を取っていきます。じゃあ、フライパンに油をいきます。あ、ちょっと入れすぎちゃったな。大さじ1杯ぐらいで大丈夫です。鶏肉は結構油が出てくるので、あんまり多くなくてもいいです。最大でもちょっと私入れすぎたんですけど、後からすごい取らなきゃいけなくなっちゃうと思うんですけど、鶏肉の場合はすっごく油が出てくるので、少し引いてあれば。ただ引いてないと油が出てくるまでにすごい時間かかっちゃって焦げちゃうっていうこともあるかもしれないので、少し薄くでも引いといた方がいいと思います。はい。じゃあ水分を取って、はい、そしたら一口大に切っていきます。で、この筋とか、あとこのちょっと血がついてるやつとか、油、あとビヨンって出ちゃった皮とか気になる人は、切る前に切ってから使ってください。で、私はあんまり気にしないのでこのまま切っていきたいと思います。まあ肉は切ったら縮むので、大きめに切ります。そうですね。でも子供がやっぱり一口で食べれるサイズっていう感じですかね。はい、こんな感じで。こっちもだいたい同じぐらいの大きさになる方がまあいいんですけど、別に違ってても焼けるので。こういう薄いところは唐揚げの時もそうなんですけど、大きさで考えちゃうとこれを4等分とかしたくなるんですけど、結局お肉が火が入った時に縮むので、まあギュッとしてしまって、この厚い部分の重さと同じぐらいになるように目指してやるといいんじゃないかと思います。こういう感じでベロンってしちゃうと大きく見えちゃうんですけど、お肉の量で、考える方が一つ一つが均等になるので、こういう風に切ります。全部切ったので軽くお醤油で味付けるんですけども、軽く、鶏肉に塩を打っておきたいと思います。この塩をしておくことによって、ただ鶏肉に味がついているっていうだけじゃなくて、ちゃんと鶏の旨味がしき出せて鶏の旨味を感じれる照り焼きチキンになるので、塩ちょっと丁寧にやっていきたいと思います。片面だけで大丈夫です。身の方だけで大丈夫なので、まずこの切った肉を広げて、下味の塩ってあんまり丁寧にやるイメージないと思うんですけど、ちょっとここは丁寧にしてあげた方が、しっかり鶏のうまみが出てくると思うので、まあ、なるべくタッパーとか使いながら、まな板とかタッパー使って一回広げて、ちょっと面倒ですけどやってみてください。はい、では塩を軽く打っていきます。量的には薄くですね。まあ薄くないじゃんって思う人もいるかもしれないですけど、これ照り焼きとかソースをつけない場合の普通に塩でやるチキンソテーなんかの時はこれの倍ぐらいいつもしています。はい。そして
じゃ火をつけてコールドスタートで皮をなるべく広げながら乗せていきます。でコールドスタートなのは皮が熱いところに入れてしまうと皮がこう縮んでしまってフライパンと鶏肉の間に隙間ができてしまったりとかするんですね。そうすると皮がきれいに焼けないとか熱が伝わりにくいっていうことになってしまうので、コールドスタートで皮目をまずゆっくりめに火を通して焼こうと思います。じゃあ全部入りました。で今日みたいに多い時、お肉の量が多い時はなるべくフライパンを分けた方がいいのと、フライパンこれ結構割と詰まってると思うんですけど、火が入ってくると縮んできます。ただ皮がちゃんと広がってる状態でぎゅうぎゅうになっている分にはいいんですけど、皮がこう押されてギューってなって縮んでしまってぐらいのぎゅうぎゅう加減は皮がきれいに焼けないので、そのぐらいの、目安というかで、広げていくといいと思います。はい、では今音がパチパチしてきたので、ここで中火と弱火の間ぐらいまで落としていきます。でこれだけ鶏肉がフライパンの上に乗っていると、鶏肉1枚を焼くのとこっちに3枚分ぐらい乗っかってるかな、2.5枚分ぐらいこっちに乗っかっているんですけど、1枚分焼くのと 2.5 枚分焼く時の火加減っていうのはやっぱり変わってきます。なので、今弱火と中火の間ぐらいにしてるんですけど、例えば1枚しか焼かない場合は弱火の方がいいかもしれないです。そのぐらいこう火加減っていうのは中火とか弱火とかじゃなくて、フライパンがどういう状態かっていうのを見る必要があるので、あまりこう目安程度にしていただけたらいいかなと思います。なので多分今見ていらっしゃる方で、何枚焼くかって人それぞれ違うと思うので、フライパンの中がこうちゃんと音がしていて反応がある、でも強すぎないっていうぐらいで火加減で、うちのキッチンとこの1のフライパンと鶏肉の割合だと、こういうちょっと中火から中火、中火でもいいぐらいかもしれないです。ちょっと音がしているんだけどパチ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 言ってんじゃなくて、ちょっとこうシューシューっていう感じの音がしているっていうぐらいの目安で火を決めていきます。で今2つフライパンがあって大きさが違います。でこっちの小さいフライパンの方が早く火が入っている感じがします。ちょっとだけ。でそれはなんでかっていうと、やっぱりガスの火がここの中心部分からにしか当たってないわけなんですけども、こっちの小さいフライパンの方がしっかりガスの火を、しっかり当たってる状態で、こっちはこの辺がやっぱり少し生っぽいのがわかると思います。こっちここに比べて、あとこっちとか比べて、この外側の部分火が弱いところが当たりが弱いというか、少し生っぽい、この辺に比べて生っぽいと思います。このぐらい火が当たっている場所、こう鍋を置いちゃうとあんまり火が見えないのであんまり考えないと思うんですけど、これすごく大切なので、たまにこの大きいフライパンで焼いている方はちょっとこうずらしたりして火の当たり加減を変えてあげると全体が均一になってきます。でさっき言ったみたいに切る時に全部均等に切れなくても、上から見てるとどういうふうに火が入っているかっていうのが分かるので、その火が大きい例えば大きい塊ができちゃったとしても、そこが火が入ってないなっていうところに火を当てるようにフライパンを動かしながら焼く。その代わりこの、鶏肉は全く触らずに焼いていきます。焼きながら、音も聞きつつ、この後そうですね、だいたい焼く時間10分以上はかかると思うんですけど、そんなに強い火でガーッと焼いてるわけじゃないので、たまに見に行って火の当たりどうかなって加減を見つつフライパンを動かしながら、こっちで洗い物したりとかサラダを用意したり、今日は茹でた野菜なんですけどもサラダ用意したりお味噌汁用意したりとか、そういうことができるので、あまりずっと
鶏肉の前にくっついてなくてもいいので、音とあと匂い、焦げてくるとちょっと焼き色がついてくると香ばしい匂いがしてくるので、音と匂いに注意しつつちょっとじっくり時間をかけて焼いていこうと思います。はい、今だいたい10分ぐらい経って、ちょっとだけこう鶏肉の焼けてきた匂いがしています。でも、もう少し、粘ってこのまま皮目で焼いていきたいと思います。今15分ぐらい、15分以上経って、ちょっと結構焼けてる、もう焼けてるんじゃないっていう感じの匂いがしてるので、不安になると思うんですけど、ギリギリまで皮目で焼いていきたいので、このまま焼いていくんですが、やっぱり心配だと思うので、一番火の当たりが強いようなところをひっくり返して焼き色を確認していきます。小さいフライパンの方が割と火が、入ってるかな。同じぐらいかな。でここの真ん中ぐらいの鶏肉の皮目を繰り返して見てみます。今こんな感じです。もうちょっと攻めてもいいかなと思うので、もうちょっとこのままギリギリいけるところまで皮目で焼きます。こっちの方はそういう感じですね。はい。でこちらの方ももうちょっとだけ皮目を焼きたいので、なるべくフライパンの熱が直接当たらない方が、身がふっくら火が入るということになるので、なるべく身の部分はひっくり返して身の部分を焼く時間を短くしたいので、この時間とか早くどのくらい色がつくかっていうのは鶏の種類とかちょっとした火加減の違いで多分皆さん時間が違うと思うんですね。私は今、だいたい20分ぐらい今これ焼いてる感じです。で、できるだけ皮目で火を通したいっていう感じで、これ以上皮目に色がついてしまったら焦げちゃうかなっていうタイミングでひっくり返して、残りの身の部分、火が入ってない部分をさっと焼いて終わりっていうことにします。結構目安として、鶏から出てきた汁とか、そういうものが、綺麗にこういう茶色、きつね色になっている。それも目安になるので、そういうのを見てからひっくり返していきたいと思います。で、身の部分はもうさっとなので、本当に1分も焼かないぐらいかな。ここの入り具合にもよるんですけど、厚さとか、1分ぐらい焼けば大丈夫だと思うので、はい。これを揚げていきます。この鶏の油は結構重たくなっちゃうので、一回切って、ここのフライパンに残った旨味はソースに使っていきたいと思います。で、みり入れる時にジュワーって蒸発する力がこのこびりつきを落としてくれるので、一度火を、つけてしっかり温まるまで、はい、温まったら一度危ないので火を止めて、みりんを大さじ4杯ずつ入れます。この
じゃあ、もうフライパンは1個で仕上げていくので、こっちの小さい方のフライパンをしっかりこびりつきを落としてこっちに移します。そしたら火をつけて、まずみりんのアルコール部分を飛ばして、そして、少し煮詰めてとろみをつけていきます。これはもう強火でやってしまって大丈夫です。はい。じゃあ今強火で、バーッと煮詰めてしまって、みりんの量が半分ぐらいになったらお醤油を入れていきます。今このくらいですね。はい。でとろみがついてきたの、泡が切りにくくなってきましたけど、このくらいなったらお醤油大さじ6杯ぐらい入れます。でこのお醤油の量はお醤油の種類とか塩分の量とか、あとはこの打った塩の塩分もこっちにソースの中に少し入っているので、味を見て自分で調整してください。一応、分量としては大さじ5から6っていう感じで出しておきます。あとは味を見てもらって足りない甘さをお砂糖でカバーしていくっていう感じにします。大さじ2杯ぐらい入れました。はい、じゃあお砂糖が溶けたら最後に鶏肉を戻し入れます。さっと絡めて、はい、これで盛り付けていきます。で今から盛り付けをしていきたいと思います。で今日はちょっとソースを多めに作ったんですけども、というのも、付け合わせの野菜が全く茹でただけ、塩もしてないでただ茹でただけで味をつけないので、野菜の方が抜くところっていう風になります。で、鶏肉は塩も打ってちゃんと鶏肉の味もしっかりして、ソースも少し多めなので、こっちをしっかり味がついている。でそれをこう口を休めるために野菜を入れるみたいな感じのバランスになっているので、もちろんこれをドレッシングで味をつけたりとかしてもいいと思うんですけど、うちは割と子供が野菜単体の味がすごく好きで、あまり味をつけないで野菜を添えるってことも多いので、今日はそういう風にしていきたいと思います。はい、じゃあちょっとインゲンはせっかくなので切らないで盛り付けます。でブロッコリーとスナップエンドウ、そら豆とグリーンピース感じで盛って鶏肉をそしてソースを少し上からかけていきます。今日は照り焼きチキンを作りました。ポイントは皮の焼き方なんじゃないかなと思うんですけど、皮を使ってしっかり皮をクッションにして、ふっくら身の方に火を入れるっていうことと、あと鶏肉のその焼けた香ばしい色っていうのはうまみなので、
ソースだけじゃない旨味もプラスされるので、より美味しくなるっていう感じです。はい。付け合わせの野菜はサラダとかでも生野菜でもいいと思うし、残ったらお弁当に入れたり丼にしたり、いろんな楽しみ方ができるので、ぜひ作ってみてください。それではさようなら。ではちょっと食べてみて味の感じを伝えできたらいいなと思います。はい、鶏肉は中は結構ふっくらしてて、皮パリパリに焼いたんですけど、ソースに絡まっているので皮の方は少ししんなりしてきてます。ただ結構しっかり焼いてるので、皮が厚いところとかはガリガリっていう感じの食感がして、それがすごく香ばしくて美味しいです。で、身の方は、ふっくら柔らかく火が入っているので、すごくお子さんでも食べれるくらい柔らかいです。で、ソースもあまり煮詰めすぎてないので軽めで、鶏肉の旨味をちゃんと感じられるくらいの濃さになってるんじゃないかなと思います。